醤油 NG と思っていませんか？日本ではとても身近な調味料ですよね。でも、イスラムの視点から見ると、アルコールがあるならダメなのでは、と不安になる方もいます。今日は醤油だけではなく、食品中のアルコールをどう考えるか、優しく整理していきます。まず大切なのは、イスラムで禁じられている中心が人を酔わせるものだということです。ハディースでも、すべての酔わせるものはハムルであり、すべてのハムルは禁じられているという原則が示されています。ですから、単にアルコールという成分が少しでもあるかだけで判断するのではなく、それが酔わせる性質を持つのか、お酒としての性格を持つのか、そこを見る必要があります。そしてもう一つ大切なハディースがあります。多量で酔わせるものは少量でも禁じられるという意味の言葉です。これは多く摂取すれば人を酔わせる性質を持つなら、たとえ少量であっても避けるべきだという原則です。では、まず醤油を見てみましょう。醤油には製造や発酵の過程でごく少量のアルコール成分が生じることがあります。しかし、仮に醤油を多量に摂取したとしても、それはお酒のように人を酔わせるものではありません。もう一つ重要になるのが均一に混ざっているかという考え方です。英語で言うと、ホモジニアスリーミクスと、つまりアルコールが独立した飲酒物として存在するのではなく、食品の中で全体に混ざり、酔わせる性質もお酒としての目的も持たない。このような場合、醤油は許容されると整理されることがあります。次に、バニラエッセンスです。この考え方はバニラエッセンスにも関係します。バニラエッセンスには抽出や保存のためにアルコールが使われることがあります。ただし、完成した食品の中では、そのアルコールが単独で残るのではなく、全体に均一に混ざります。つまり、お酒として分離して存在しているのではなく、食品全体の一部として存在しているということです。このように、アルコールが食品の中でどのような状態にあるのか、そこを見ることが大切になります。では、ノンアルコール飲料はどうでしょうか？一方で、ノンアルコールビールのようなものは少し